二人パパシェラ皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はご質問の多かった外気はマイナス25度にもなる北スウェーデンのお家の暖房の驚きの秘密や暖房費がいくらになるのか、環境大国と言われる北欧スウェーデンが1940年から進めてきた脱低炭素社会への取り組みをご紹介。このボックスは何？今日はクイズもありますよ。最後の次回予告までお楽しみに。それでは行きましょう。ニューシャービー二人パパのマイナス25度にもなる土地の暖房の秘密と光熱費。はい、皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はですね、オープニングにもあったように、このスウェーデンの家はなぜあったかいのかみたいな話をしていきたいと思います。よく質問とかコメントでもですね、家の中ですごい薄着ですけど大丈夫ですかみたいなことを聞かれるんですけれども、本当に家の中は全部あったかくて、どういうシステムでこのスウェーデンハウスが温められているのかっていう話をしていきたいと思います。それからその家を温めるの、そんなに寒いところだったら。そうなんです。僕らが住んでいるスウェーデンのルレオは北極圏まで車で1時間半の極寒の地。海は氷、アイスロードができ、最低気温がマイナス30度近くになることもあるんです。そんなに寒いところだったらお金かかるんじゃないかみたいな質問がすごい来ているので、それについてね話をしていきたいと思います。この日はリカパパも息子くんもお家にいたので、暖房の秘密を探しに家の中を巡る途中で登場します。二人パパまずはですね、ちょっとお見せしたいのが、ここ僕の仕事部屋なんですけれども、こっちにねこうやってデスクがあったりします。この窓がこっち側にこうやってあるわけなんですけれども、すごいタオルかかって恥ずかしいこのタオルかかってるところがあれエレメントって言って、英語だとラディエーターっていうのかな、あれが暖房器具になります。この暖房器具はここに管が2つありますね。なのでこれはあるところからやってきて、この中を通り、ここにダイヤルがあるのでここで調節ができるんですけど、1から5までで、ここを通りこの中にもその管が通っているので、そこが温められて、ここから暖かい空気が出てきて部屋全体が温まるっていう感じです。なので結構濡れたタオルとか使ったタオルとかをよくここにかけて乾かしたりしますね。で中を巡ったのはこの下の方から出てきて、この下の方から出てきてまた戻っていくという話になります。でこういうエレメントが各部屋にあるので、どの部屋もあったかいし、あとはそのドアを開けっぱなしにとかしてもどこも温度がほぼ変わらないみたいな感じですね。息子くん何やってんの？テレビ見てんの？そう今息子くんがテレビを見てますけれども、奥にもね、ここはリビングルームなので一番大きいエレメントがあります。でうちはたまたまこの暖炉があるんですけれども、これ使うと確かにあったかいんですけど、これ全然使わなくても全然あったかいです。で例えばここキッチンですけど、ルームツアーはね、ルームツアーの動画があるのでぜひ見てください。ここにこういうのがあります。で今日は外たまたますごい暖かいんですけど、暖かくて0度とかなので全然マイナスとかではないんですけど、今どうだろう、こんな感じ 23.5 度です、部屋の中が。でこれが別に外がマイナス20度とかマイナス25度とかになることもあるんですけど、そうなっても全然暖かくて部屋の中は20度になってたりします。ちょっとじゃあリカパパに聞いてこようかな。一旦下に行って、リカパパどこにいる？OK、今動画撮ってる。そこで仕事してるの？ホームオフィスっていうか、別にあなたのホームオフィスこっちにあるのにさ、全然使わないよね。いつもベッドでやってる。でもすごい楽でしょ。今日はねエレメント暖房とフェアルバーメとかの話をしてるんだけど、でここは半地下で結構寒いかなと思ったんですけど、全然暖かいね。ほら撮影始めると急に姿勢を良くし始めるっていうねいつも絶対そんな風にやってないじゃんはい、そんな感じでやってます。でやっぱどこの部屋にもね、やっぱりこうやって管が2本ずつ入ってるので、ああいうのがちょっと見えちゃうのが
あまりすっきりしないなっていう時はあるんですけど、まあでもあったかい方がいいのでいいと思います。でこういう本当に全部同じようなものがついてるだけなので全て見せなくてもいいかなとは思うんですけど、次床暖房の話をしたいと思います。この後は床暖房の質問にお答えするためにみつパパは玄関へと向かいます。二人パパ。床暖房はあるんですかってよく聞かれるんですけど、基本的に床暖房があるのは玄関、うちの場合はね、うちのお家の場合は玄関とバスルームになります。でなぜかというと、ここ今玄関ちょっと来ましたけど全然散らかってるよで玄関ここ結構うちこうやって広いんですけど、濡れるでしょ玄関って。でしかもほら外がさ、今日は特に暖かいからもうベタベタだよね。まだ雪がもちろんありますけれども、結構今日はあんまり雪つかないけどなんていうかな、もうちょっと寒くて雪がいっぱいこうブーツとかについてそのまま入ってきたりすると、一応外で取っても取りきれないので雪を持ってきてしまう。なのでここは雪がそうやって溶けてしまっても暖かくなっていると乾きやすいっていうので、ここは多分床暖房が入ってるんだと思います。僕らはこの家買った時にもリノベーションがほとんど終わってた家だったので、僕ら何も変えてないんですけど、そういう感じになってます。でその、原理と同じ理由でバスルームも床暖房が入ってます。だからちょっとねあったかすぎて、多分これリカこれさちょっと温度調節した方がいいよね。うちできるんだよね。リカパパが言うにはすごい汚いから見せたくないらしいんですけど、微妙に見えない程度に映したいと思います。でしかもこのうちはサウナもあったりとかこうやってシャワールームがあったりとかするんですけど、ここはやっぱりこう明るくしようかな。ここは濡れるので、ほら日本みたいにこう脱衣場と分かれてないからベタベタになるんだよね。それがもあってこう全部暖かくなるようになってます。このシャワー、ここのシャワーを入ってでここのサウナに来たりもするので、そういうのもあってベタベタになります。でこのバスルームのこの奥にこのカーテンが実はあるんですけど、多分これルームツアーの時も見せてないと思うんだけど、このカーテンをですね実は開けるとですねこういう箱があります。見えるかな。そうでもうねこうちょうど青と赤のバルブがあるのでお気づきの方もいると思うんですけど、さてここで突然ですが問題です。このカーテンの裏に隠された設備、あったかい配管と冷たい配管があるというのはお分かりかと思いますが、この設備の正体は何なんでしょうか。次の3つの中からお選びください。1、お湯のボイラー。屋外にある木材のペレットを使ったボイラーとつながっていて、ここで沸かしたお湯が家中のエレメンテルに送られる。2、熱交換器。熱湯工場から水道管で熱いお湯が送られてくるので、その熱で水道の水を温めエレメンテルに送る。3、オイルヒーター。家中のエレメンテルの中には一度温めると冷めにくいオイルが入っていて、ここで適温に調整して部屋中を循環している。さあ正解はこの3つのうちどれでしょうか。プレミア公開でご覧の方はライブチャットに答えを書いて参加してくださいね。二人パパ。ということで早速みつパパの説明を聞いてみましょう。ということでこれは別にボイラーではないんですね。これが実はこの各家庭ごとにある熱交換器というものになります。ということで正解は2番、熱水道用の熱交換器でした。皆さん当たりましたか？でどうやって温めてるか、さっきも見せたエレメントが暖かくなってるかっていう話をちょっとしたいと思います。でこれはフィアルバルメって言ってフィアルバルメと言って、ここにボイラーがあるわけではなくて、実は違うところからお湯が運ばれてきて
でここで一旦ちょっとヒートエクスチェンジャーって言うんですけど、熱をちょっと調節して家中に行き渡らせるみたいなものになります。でそのフィアルバルメっていうのは何なのかっていうことをねちょっと説明したいと思うんですけど、結構難しいのでここからはちょっとナレーションでいきたいと思います。このフィアルバルメ、日本語では地域熱供給などと言われ、家ごとに温めるのではなく工場などで作られた熱水が水道と同じように街中に張り巡らされていて各家庭に供給されています。家の中での役目を終えた水はまた工場へと戻りますが、その途中でも一部は歩道やサッカー場のフィールドを温め、その水はまた再加熱され街へとやってきます。要は街全体をまとめて温めようというインフラの一つ。スウェーデンの290の自治体のうち270の自治体がこの設備があり、人口カバー率は半数以上となっています。地域熱供給のメリットとして以上のようなものが挙げられますが、各家庭にボイラーを設置することなく工場を1箇所に集めることで効率が上がり、環境負荷が低くできるとされています。スウェーデン環境保護庁によると、70年代以降に進んだ地域暖房産業の変革はスウェーデンが京都議定書に基づく気候目標を達成できた最大の理由だそうです。ただここでこんな疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。どうやってその熱を生み出しているの？その時に排ガスは出ないの？それについては地域暖房工場について見てみましょう。スウェーデンの地域暖房工場ではここに示しているようなもともと廃棄される運命の資源を利用しています。例えば国土面積に占める森林面積の割合が約 68.7% のスウェーデンでは製紙や木材産業が盛んです。その工程から出る木材廃棄物から作られたエネルギーは CO2 の排出が相殺されるためより環境負荷が低いとされていて、フィアルバルメが空をきれいにしたとまで言われています。ちなみに僕らが住んでいるルレオは鉄鋼業が盛んということで、製鉄所の鉄鋼生産から出たゴミとして燃焼させられる運命の可燃性余剰ガスをもとに熱と発電が行われ、この極寒の地に暮らす人々の暮らしを温かく守っているのです。そしてもちろんいいことばかりではなく、フィアルバルメにはデメリットもあります。遠いところに運ぶ間に冷めてしまうので、工場から離れたところには熱を届けられずサービス提供外の地域ができてしまうこと。しかし1940年代に始まった地域熱システムの開発にはすでに利権を持っていた石油会社の抵抗に負けず、地方自治体のエネルギー会社のエンジニアたちは幾多のテストを含めた投資を重ね、現在では最も評価の高いエネルギー供給の一つとなったのです。ということで今ファイアルバルメの説明をしたんですけれども、電気代とかとはちょっと別なんですよね。ということでこの後はこのシステムで暖房費は高くならないのかについてお話しします。なのでフィアルバルメがある家はそのフィアルバルメのお金と電気代と別で払うことが多いと思います。フィアルバルメ代もちろん季節によってよく使う月使わない月があるので、1年でいくらぐらいになるのかっていうのを今からちょっと聞きたいと思います。1年中使ってるので、1年の平均から1年のコストから1月分の平均を出した数をちょっと聞いてみたいと思います。すみません、お忙しいところちょっと申し訳ないんですけど、うちフィアルバルメだけでいくらかかってるか知ってる？exactly？大体でいいかな、1年。チェックしてないけど。OK、じゃあちょっと後でチェックします。夏と冬でもかなり変動があるので、今回は1年分をまとめて1ヶ月の平均を出しました。僕らのエリアではフィアルバルメと電気代と送電代が同じ会社からまとめて請求されますが、それを全て合わせた1月の平均が日本円で約 19,500 円でした。ちなみに消費税 25% が含まれています。皆さんはこれを高いと見ますか、安いと見ますか？感想やご意見コメント欄でお聞かせください。皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の動画で、お会いできるのを楽しみにしています。あと次回予告もお見逃しなく。それではこれで失礼します。ヘイド。さて来週の2人パパはマインクラフトは僕の一番好きなゲーム。息子くんです。
Mr. Papaがシストでストックホルムに行ったよ。学校の先生にインタビューしたよ。スウェーデンの学校の秘密を聞いてきたみたい。絶対見てよ。先生に60の質問。スウェーデンの特別のシアンで学校。そのことについてお話にしています。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse. Vad blir det?